ごめんなさい。私この後自習室寄ろうと思ってて。そうなの？すねんなよ、アッキー。イリドさんが気使っちゃうじゃん。明日から中間テストやしな。むしろうちらが気使うべきちゃうん？別にそんなことは。イリドさんは入試トップなんだしさ、ディフェンディングチャンピオンとして万全を期す必要があるわけね、イリドさん。闇雲なのよパズル、あれどっちだどっちだ、こんなハマり方はありなし。かけ違えたんだ多分、だから一度外してそれでそれじゃ解決しない、事実は小説よりいきなりどうしたらいいんだ、こんな難しい設問だとは予測不可能だ。そうだよね、じゃあ作戦じっくり立てるとしようか。もしかして漫画の中なら全部がすれ違いで、こなずれとかの一振りで片付けられるけど、僕たちはそりゃ求めないし、些細なことが大問題なんだ。悩んでいてもお腹は減っちゃうんだわ。きっとまだ僕たちはテレビとスピカの平行線上でちぐはぐな恋をしてる。季節が巡ったらさっきまでの君はもういないんだね。空に右手伸ばし探すわがまますぎるデイドリーム、素直でいたい素直でいたい、伝えなくちゃ。だけど9000回はつきもので、今日はダメ、歯がゆいままの二人だから。入試トップ、学年主席の再演、それが私の居場所。中学2年1学期中間テストの時、私は初めて得意だった数学のテストで敗北を喫した。同じクラスの入戸水戸に。悔しかった。だから次の1学期期末テスト、私は睡眠時間を削り、いつもより多く勉強した。すべては入戸水戸に勝つために。そうして期末の数学はトップに返り咲いた。でも彼は私に向けられた教師の称賛を聞いている風もなく、つまらなさそうに窓の外を眺めているだけだった。虚しくなった。結局私の一人相撲だったんだと。なのに。推理小説好きなの？それでか。あんなに数学の点がいいのは。一人相撲じゃなかった。気にしていない風を装っていただけで、ちゃんと私のことを見ていたのだ。そして人生でただ一度の初恋をしてしまった。あなた、勉強しなくていいの？ああ、だいたい終わった。そう。私と違って随分と簡単なテストを受けるみたいね。そんなだから私に負けるのよ。学年主席の椅子ってどんな座り心地なんだろうな。残念ながら主席は私の指定席よ。だったら次の便に予約すればいい。そう。また私の前に立ちふさがるってわけ。試してみたら？無駄だと思うけど。ずいぶんお疲れみたいじゃないか。あなたには関係ないでしょ。そんなに大事か？学年主席の座が。大事よ。入試トップだったから。学年主席だから。今の私でいられるんだもの。わからないでしょ。人のことなんて
周りのことなんて何にも気にしないで生きてるここを気取りのあなたにははじめ。とりあえず1日目は無事終了ね。まあ自己採点した感じでは悪くない。でも国語はあの男の得意分野。もしあの男が100点だったとしたらこの6点差は大きい。まあ100点だったらの話だけど、そんなの今確かめる方法もないし。最後の方どうして答え書いてないの？この程度の問題あなたが埋められないわけないわよね。時間がなかった。あなたテスト終了10分前には手が止まってたじゃない。バカにしないでよ。手加減して首席を譲ろうってわけ？そんなので私が喜ぶと？ふざけないでよ。あんな挑発してきたくせに普通にやったら私が負けるとでも言いたいの？バカにするな！ちょっと夢どうしたの？自分を犠牲にしてかっこいいとでも思ってるの？私をバカにしてるだけじゃない。舐めてるだけじゃない。こんなの私は望んでない。ストップ！落ち着いて夢。何があったの？だよ。首席じゃないと困るんだろうが、君がそう言ったんだろうが、だから書かなかった。それの何が悪いんだよ。水戸君もミネ君。僕は首席じゃなくても何も困りゃしない。君の言う通り周りが自分をどう見るかなんてどうだっていいからな。だから譲った。おかしいか？おかしくないけどおかしいよ。そんなのイリド君っぽくない。もういい。結局私の一人相撲だったってこと。もう考えない。ライバルが一人減ったんだからそれでいい。私はイリド夢でいるためにただ史跡を守る。僕っぽさなんて君に決められる義理はないよ。同じように君っぽさだって誰に決められるものでもないだろうが。終わらせてやるよ義妹。君の優等生生活を。姉だって言ってるでしょ義弟。大丈夫。全教科90点以上は確実。私なら必ず首席になれる。よう学年次席さん、ご機嫌うるわしゅう。国語のテスト、あの問題の配点は相当大きかった。あんなハンデをひっくり返そうとしたら相当勉強しないといけないはず。そこまでしてそんなの。僕っぽくないか？言っただろ、学年首席の座り心地が気になったって。でも君が羨ましいよ。次席の方がよっぽど肩が軽そうだ。もしまた座りたくなったら期末テストで頑張ってくれ。
優等生？優等生。あ、そうか。私、学年主席じゃないんだ。ゆめちゃん、兄弟でワンツーフィニッシュなんてす惜しかったねイリドさん。ごい。上には上がおるんやな。これは次もイリド兄弟なんだか一騎打ちになりそうだね。想像していたものと違う。1位と学年主席になれなかったら、なれなかったらどうなるんだっけ。どうしたのゆめちゃん。そっか、何も変わらないんだ。かけられる言葉も表情も友達も、私っぽさは学年主席かどうかなんかで決まったりしないんだ。ゆめちゃんどうしたの。大丈夫大丈夫、2位も全然すごいから。そうやでイリドちゃん、元気だし。違うの。嬉しくてありがとうみんな。こんなのあなただけじゃない。コミュ障で口下手で付け焼き場の社交性しか持ってない私のこと、ここまで察せる変な人あなたしかいないじゃない。そんな風にされたら私どうやってあなたなしで生きていけるようになればいいの。いつもなら多分この辺りにいた。あれ、そのシリーズ君も好きなの？時に日頭ははい。友達とは何だと思う？おっと、これは不詳日頭イサナ、数少ない得意テーマですよ。友達の定義でそんなにテンションを上げられるやつ生まれて初めて見たよ。だって考えてもみてくださいよ。友達ボーダーをどこにするかによっては、今朝方私に提出物を確認してくださった日直の方も友達ということになるかもしれないんですよ。友達ボーダーの恣意的運用をやめろ。仲のいい子がいじめの標的になった時も無理なくあんな子別に友達じゃないしと言い逃れることが可能です。なんとこれは革命ですね。君みたいなやつに友達はできないよ。私は水人くんのこと友達だと思ってますよ。もし水人くんがいじめられたらきっと一緒にいじめられてあげると思います。助けろや、頼りにならないやつだな。それほどでも。褒めてないぞ。そろそろ帰るか。はい、それでは水人くん、靴下を履かせてください。またかよ。苦しゅうないです。日頭イサナは友達だ。ただし僕の人生において最も意気投合することのできた友達、きっと僕は彼女以上の友達に出会うことは一生ないだろう。イリドくんも今帰りなんだ。ああ、まあな。ようなものですよ水人くん。水戸君って。でそっちの子は。日頭イサナ、最近知り合って気があってさ。はーい、私南暁、イリドくんと同じクラスなの。よろしくね。人見知りだから距離感を慎重に見極めてくれ。イリドくんがそんな風に言うって珍しいね。ゆめちゃんにはもう紹介したの？いや、まだだが。ってあれ？ゆめちゃん待って。ゆめさんって僕の妹だ。妹？義理のな。義理の？なんで義理の方がリアクションでかいんだ。
何このモヤモヤは。まさか嫉妬。もう彼女じゃないんだし。それに兄弟は嫉妬なんてしない。はい、使うでしょお醤油。ああ。それ私の消しゴム。悪い。いいのよ、落とした私が悪いんだし。しまったな。はいこれ。え？お弁当家に忘れてたから持ってきてあげたわよ。義妹の様子がおかしい。おかしいってどんな風にです？そっけなくなった。違う、なぜか話しててイラつかないんだ。よかったじゃないですか。いいけどよくないんだ。っていうか直接本人に聞けばいいじゃないですか。言われてみれば。おバカさんですね、水戸くんは。従えばいいと思います。自分の中の正しさに。自分の中の正しさ？いや、私なんかがアドバイスしたらややこしくなっちゃうと思うんで。いや、言ってくれ。君の言葉に従うかどうかは僕が決める。自分の中に基準みたいなものがあるじゃないですか。基準？世界にこうあってほしい、こうなるのが正解だっていう基準。それが脅かされた時に私はこう臨戦態勢に入っちゃうんです。だからよく空気が読めないって言われてて。そうか、空気だ。僕はあの女相手に空気を読んでたんだ。ありがとう東ら。とても参考になった。ほう。それと空気を読むのは大事だが、僕は相手には読まなくていいぞ。僕が君の空気を読んだ方が早いからな。ありがとうございます。気持ちいい。あの男のことを気にかけないのがこんなに楽だなんて。は？え？なんの用？何？ちょっと。人の鼓動はだいたい1秒に1回。今の君は明らかにその倍のペースだな。ただの義理の兄弟がいつもと違う服を着ているだけでこんなに鼓動が乱れるか、妹よ。ずるい。で、目的は何よ？僕は今の君が気に食わない。は？妙に落ち着いた物分かりのいい淡白な態度。今の君と話していると全く腹が立たない。皮肉や嫌味を言わないし、イチャモンをつけてきたりもしない。どこをとっても気に食わない。心境に変化があったなら僕に相談をしろ。兄弟だろ。あのね、お兄ちゃん。なんだ妹よ。私あの子に嫉妬してるの。あの子って東良イサナのことか？私は結局最後まで名字で呼んでたのに、あの子はなんですぐに水戸って。そう思ったらなんか釈然としなくて。でも兄弟だから嫉妬なんてする筋合いないって思って。だから。そうか。
ねえ、聞いてもいい？なんだ？皮肉も嫌味も言わない、そんな私の何が気に食わなかったの？そうだな、今までをなかったことにされるのが嫌だったのかな。私が捨てて楽だと思ってた関係。でもそれは捨てたら絶対に後悔するもの。あなたは私と違って捉えようのないものを言葉にするのがとてもうまい。ねえお兄ちゃん、ただの兄弟でも嫉妬くらいしてもいいよね？いや、兄の友達に嫉妬する妹はキモいだろ。ちょっと！心配するな。君がキモいのなんて2年も前から知っている。お兄ちゃんキモい。お、今の一番妹っぽかったぞ。いつも水戸と仲良くしてくれてありがとう。義理の姉の入戸ゆめです。よろしくね。水戸ってまだ根に持っているのかよ。しかもその笑顔怖すぎて火頭が萎縮するぞ。はい、よろしくお願いします。あれ、私なんか変なことしました？火頭さん的に入戸くんってどんな存在？趣味の合う友達ですけど。そうなんだ。これどういう状況なんでしょうか？彼女はな、火頭が僕のことを好きだと勘違いしていたんだ。なんで言うのよ！だって本当のことだろ。むごい。水戸くん、私今人生で2番目に男に生まれておけばと思ってます。ちなみに1番は生理の時です。股間から血が出ない体に転生したいです。君ら聞いたろ？好きな男にこんな発言する女子がいると思うか？とはいえほんと仲いいよね、あの二人。火頭さんにその気があれば協力してあげようと思ったのに。ねえゆめちゃん。そうね、本人にその気があればね。それじゃあ水戸くん、この辺で。うん、それじゃあな、また明日。はい。それとさようならです。よく言えました。ねえゆめちゃん、さっき言ったよね、火頭さんにその気があれば協力するって。